お久しぶりです。西川です。今日は愛媛県の株式会社別府養魚場に来ています。お待ちかね、銀鱗大正3色の二次選別の様子をお伝えします。こちら別府養魚場さんには約1ヶ月前に一次選別の様子を取材させていただきました。もし一次選別の様子をまだ見ていないという人がいたら、説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。このチャンネルでは、錦鯉生産現場の職人としての、はい。はい。います。ちょっと、早速ちょっと待ってよ。待ってよ。はい。どれいいのおったおー、これはまた。こんなのよく取れるんだね。めったにいないですね。めったにない。わあ、これは品評会。まだ二次選別の段階なんだけど、これは綺麗ですね。この模様が、段模様。5段ぐらいありますね。5段ぐらい。うわあ。すごいね。あら、この手前の銀鱗紅白も綺麗だけど。これもいいですね。どれあららら。本当だ。でもやっぱりさっきのが抜群ですね、これ。そうですね。これだけのはめったに本当にないですね。おー。しょっぱなから。はい。別府養魚場の井上隆治さんです。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょうど1ヶ月経ちましたね。そうですね。この網の中に入ってる一池分ですかね。はい。これだいたいだいぶ進んでますけど、どれくらいいたんですか？ 3000ちょっと入ってたんで。3000ちょっと、はい。もう半分ぐらいは終わってると思うんですけど。へー。3000ということは、半分ぐらいはああいうのが、ってわけじゃないかな。半分以上は捨てますね。半分以上は捨て。うわ。じゃあ、50% はまあ残すような感じ？50% ぐらいかな、この池は。そう。それでも率がすごいいいんじゃない？ちょっとだいぶ遅かったんで、一次選別がね。最初にやってたよりは、ちょっと、わかりやすくなってたんで。なるほどね。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。井上さん、この一つ目のグループは、二次選別で取った鯉の中で、端的にどういった位置づけになる鯉なんですかね？とりあえず取ったいうとこですかね。実際まだちょっと小さいし、パッタッターと取る中では取っていくような、一応模様がね、もうついてるんで。よく見るとね、裾が引いてたり、ちょっと頭の方が重たかったりするんですけど、そこまではね、今の時点では言ってらんないんで。銀鱗は綺麗ですね。そうですね。吹きはいいと思いますけど。この銀鱗紅白は、模様がね、ついてますけどね。そんなにすごい高レベルの魚ではないですよね。模様があるんで、とりあえず取りますけど。オドメが裾引いてるんでね。今度はこの、ちょっと大きめの色がまだこうオレンジっぽい感じの濃いですけど、だいぶ顔の面かぶりで。そうですね。ちょっと重たいですけどね、顔はね。玉とかね、オドメとかがスッキリすればですけど、よく言えばそこまでまだ見てないんで。一応ね、段模様が。一尾っぽいけど、白地にしてあるんで。銀鱗種っていうのは意外と火が飛びやすいっていうことがよく言われるように思うんですけど、そこら辺どんなですかね？さあ、うちのこの銀鱗三家に関しては、そんなに飛ばないですね。潜水に上げてからも。一次選別からね、この二次選別にかけては、多少は飛んでますけど。一次選別から二次選別にかけて、この鯉が一番変化する部分っていうのはどんなところですか？大きくなるってとこじゃないですか。そうですね。大きくなると、その白地とかね、境目がわかりやすくなるんで、順々に、減らしていくっていう作業なんで、いいやつを取るというよりはまだまだ
いらないのを抜いていくっていう方が、まだ多いかな。一次選別も二次選別も基本的には数を減らす、良くないものを弾くという風なところが共通してあるんですね。そうですね。僕が思ってるのはそういうところですね。なるほどね。次に挙げてもらったグループなんですけど、明らかにさっきより綺麗に見えるんですけど、はっきりしてますよね。さっきのグループとかは明らかに色合いが。まあそうですね。よく上がってる方ですね、これはね。まあさっきのなんかは、まあよく見たらこの辺は拾っとこうかなっていうたったったと広くやつですからね。銀鱗が入ってなくても模様がいいものが。そうですね。3件も型がつきますね。まあ素朴な疑問なんですけど、銀鱗種の親から出た銀鱗のない鯉は、後で銀鱗が出るとかそういうことはないですね。ないですね。やっぱりない。出ないですね。いやー、銀鱗が出ればちょっとなんか楽しみが増えるような気がするんですけど。まあメス親は3系なんでね。銀鱗同士じゃないんで。ちなみに系統はどちらの？系統はうちの自家さんですね。堺の親で使って、うちでできた3系ですね。おー。ちなみにどれくらいの大きさなんですか、親鯉は？親は85ぐらいですかね。85。この鯉も親鯉のように、まあ80センチを超えて大きくなる可能性は十分にある。そう、まあ80ぐらいはね、もう、育て方次第でなってくるとは思うんですけど。では、いよいよ極上品をいってみましょう。あ、もう、パッと見、全然、綺麗さが全く違いますね。そうですね。もう模様といい。そうですね。まあ、墨も効いてるやつも。まだいろんな変化もあると思うんですけど。そうですね。まあでも 90% は、これらはまあ、問題なくいくんじゃないですかね。一番いいのっていうのは、どれだろう。どうですかね。品評会的に審査するのと、将来性を見て審査するのと。この4段の鯉も。これらになると、まあ本当どれが一番になるかわかんないですよね。このぐらいになると。こっちの4段もいいなぁ。まだ二次選別の段階なんだけど、やっぱりこうワクワクしますね、こういうのが出ると。そうですね。銀鱗に合う強い系の土質とか水質とかいうのあります？さあ、わかんないですね。もう隣り合った池でも違うんで、出来が。難しい。それが分かれば苦労しないんです。苦労しない。そうね。でもまあ楽しみですね、やっぱり。そうですね。さて、今回の銀鱗大正3色の二次選別、いかがでしたでしょうか？別府養魚場の井上さんもおっしゃってましたけど、当然のことながら一次選別よりは大きくなって、より正確に模様の良し悪しを判断することができます。とはいえ、まだ一次選別のようにぼやっとしていて、良くなるか悪くなるかまだわからないっていう鯉もまだ含まれとるんですね。それがまあ二次選別です。つまり、一次選別も二次選別も、基本的にはいいものを取っていくというわけではなくて、悪いものを減らして、できるだけ次の段階に少なく買って、早く大きくするという風なところが基本的には同じです。このチャンネルでは、錦鯉修行苦節23年目のわし、西川が、錦鯉生産現場の職人としての切り口で、美しい日本文化、錦鯉の世界を世界中にお届けしています。この動画が面白い、ためになったと思ったら、ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。それではまた。